銀色の筒、平面検索版の方が効果があるよ、表面温度とかがマシになってる、焼けへんとか切り込み量増やせる。表面温度は研磨屋 TV。 こんにちは、研磨屋のアナです。今回は後ろは平面検索版です。今回は以前紹介したウルトラファインバブルの話です。前回紹介したみたいにうちにウルトラファインバブル発生器 MX5 をシギア正規製の G40 の円筒検索版と JTEX 製の GE4PI と化学計器研究所製の GIS200SH の内面検索版に取り付けてます。で効果はそこそこです、正直なところで。前回紹介したみたいにその MX5 っていうのがこれで、普通に銀色の筒なんですけども、この中に水が入って水がキュル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 って回りながら出てきて、ウルトラファインバブルとかファインバブルっていうのを発生させて出るっていう構造なんですけども、ウルトラファインバブルとかファインバブルは前回もお話ししたみたいに今やと万博でやってる人間洗濯機っていうやつでわーってウルトラファインバブルの水を体に当ててもう洗わなくてよくて座ってるだけで体が洗えるとかいう効果もあったり、今やったら気軽にできるのはシャワーですね。お風呂のシャワーヘッドを変えるだけでファインバブルが出るシャワーにして、頭皮を湯シャンお湯だけである程度汚れが落として汚れが落ちるからよりシャンプーが泡立ちやすいとかいう、結構汚れとかウルトラファインバブルっていうのは見えない泡らしいんですけども、そういう泡を使って泡で浮かせてやる、汚れを浮かせてやるとかいう効果もあるみたいで、結構一般家庭というかどうか分からないですでいろいろ最近は使われてるみたいです。うちもシャワーヘッドはウルトラファインバブルが出るシャワーヘッドに変えたり、前回紹介したみたいに洗濯機もウルトラファインバブルが発生する機能がついた洗濯機使ってたりとかしてて、身近にウルトラファインバブルっていろんなところであるのかなとは思います。それでうちも水を扱う会社研磨屋として、これつけたらいいのかなと思って円筒検索版2台と内面検索版1台につけています。で円筒検索版って僕も結構長いこと使ってるんですけども、正直なところそこそこ効果はあるのかなと思うんですけども、数値とかデータでは表せないって前もお伝えしたんで、結構よくある治験とかで使う薬ですね、本当の薬を飲むんか、それとも全然効果のない薬を飲んで効果があったというプラシーボ効果というんですかみたいな感じもあるのかなとか僕にはちょっと最近思っています。でも円筒検索版は水が上からジャーって流れてて水を溜めるところっていうのが砥石とワークの間のボコボコボコってなってるところだけなので、そんなに水がずっと接するっていうのがあんまりないので、その辺効果も薄いのかなとも思いますし、平面検索版の方が効果があるよということで、こういうデータももらってたりとかもしてます。サーモグラフィーっていうんですかで火花が出てるやつが MX5 つけるとちょっと火花の表面温度とかがマシになってるとかいうのもあるみたいで、効果はあるのかなとか思ったりもしますんですけども、前回紹介した平面検索版にウルトラファインバブル発生器取り付けてみたっていう動画でも、実際使ったことない方にの機械に取り付けて使って切り込み量を増やしてもらったら、焼けへんとか、結構切り込み量増やせていいよっておっしゃってる方もいらっしゃったので、長年平面検索版やられてる方ならいろいろ効果は感じられるのかなと思います。でうちも今年の2月に平面検索版1台入れたので、この間つけました。やってるワークなんですけども100の1以下で切り込み量をやったりとかするんですけども、やっぱり先ほどお話したみたいに効果があるっていうのを聞いてるので、ちょっとプラシーボ効果的な感じで100分の1号にして削ってみたら、結構普通に火花はやっぱり出る量は多いですけども、結構普通に削れて目詰まりも減ったので、これやっぱりいけんじゃないんかなっていう感じで今回紹介しています。
じゃあ今からこの取り付けたところとか加工した感じを見てもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、これがうちの平面検索版で、ちょっと古いんですけども、日光っていう前回紹介した日光機械っていう会社のやつで、昭和63年でもう37、8年前の機械なんですけども、めちゃくちゃ調子はいいです。こういろんな使い回ししてなくて、父親だけが使ってるのでめちゃくちゃ調子はいいです。でつけたのがこのホースちょっと新しくして、この上のシルバーの筒見えますかね。このシルバーの筒でここに取り付けました。でこのままこう通ってここに出る感じですね。で本当なら MX5 の韓国の会社なので、韓国の方とメールやり取りしてて、本当ならここに MX5 つけた方が一番効果あるよって言われたんですけども、ここをこう外してこうテーブルをこうビャーって洗ったりとかするので、その時にここに MX5 あったらあれ結構めちゃくちゃ重たいんですよね。なんでこう何回もこう上げ下げしたらめちゃくちゃ重たいので、一番邪魔にならないここに取り付けました。本当はここにつけたら目の前でこうビューってこう先ほど見ていただいたみたいにここでビューってこう水が回りながらウルトラファインバブルとかファインバブルの水を生成しながらここでビャって出るので、おそらく一番効果はあると思うんですけども、この距離やったら僕的にはいいかなって思ってやってます。ということで今からちょっと動かしてみたいと思います。はい、実際今から工場に転がってたワークを使って削ってみたいと思います。でやっぱり気になるのがウルトラファインバブルの発生器をつけてる時とつけてない時の研磨がどんな感じなんかっていうのなんですけども、今回実際やってみたいと思います。先ほど見ていただいたここがウルトラファインバブル取り付けてるんですけども、この左見てもらったら分かるようにもうここですね、バルブが出てるので、このウルトラファインバブルを返して検索液を出してません。ウルトラファインバブルなしで今から削ってみたいと思います。はい、今ちょっと全体的に当たってきたので、実際Amazon で買ったこの表面温度測るやつ、これあんま効果あるかどうか分からんですけども、これでちょっと当たったところ火花がめっちゃ出てるところは23度とか23度29、23、そうですね、この火花が近くなればなるほど24度とかになるんで、これが実際 MX5 つけた時はどうなるかっていうのが今から MX5 を取り付けてやってみたいと思います。はい、今このホースからこう通ってウルトラファインバブル発生器 MX5 にこのシルバーの筒ですねに取り付けて、でこっからこう来る感じにしました。これでウルトラファインバブル発生器取り付けたので加工してみたいと思います。今出たんですけども見た目はほとんど変わりません。今取り付けて測ってみたいと思います。23度。表面温度は相変わらず 22.9 度で変わらずで、あとこの火花のところですね。  22
23.9 度とか 24.1 度が最大で出てるので、まあ表面温度はそんなに変わらず感があります。まあこれも Amazon で買った2000円ぐらいのなんか表面温度測るやつやから、まあ、そんなに信用はできへんと思いますね。はい、まあこんな感じで今もちょっと MX5 ウルトラファインバブル発生器取り付けながら研磨してるんですけども、まあ安い表面温度を測るやつで測るとそんなに変わらないんですけども、治験ですね、薬の新しい薬やるときに本当の薬と本当じゃない薬を飲んでみる。でも本当の薬飲んでない人もまあちょっと効果あるんちゃうかなとかいう感じで、プラシーボ効果みたいな感じでちょっと多めに削ってみようかなとかいう気持ちになって削ってみたら意外と削れたりとかする効果もあるので、取り付けて全然いいのかなと思います。あと僕がこの韓国製で取り付けたのは、正直他のウルトラファインバブルこれちょっと、正直他のウルトラファインバブル発生器の価格って全然知らないんですけども、価格も確かに大切ですけども、なんかすごいアフターサービスが良くて、こここうした方がいいよ、こうやってつけた方がいいよとか言ってくれたりとか、いろんなサポートをしてくれたので取り付けてます。韓国のこの MX5 取り付けてるところの日本支社もあるみたいなので、気になる方はそこへおつなぎすることもできますので、ぜひコメント欄または LINE 公式アカウントで DM ください。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。